ナレーションのにわかです。制作者のにわからです。前回はアクティブサスペンションバックブレーダーを作りました。マシンの傾きを測定して水平に保つ動きをしました。傾きの測定は加速度を使っていました。そのため走行中にカーブをするとかっこいいバンク走行が発現しました。今回はバンク走行をメインにマシンの制御を変更します。まずはタイヤを作ります。前回のタイヤは超底辺定の平らなタイヤでした。そのためバンクをするとほとんどタイヤが当たらずグリップ力が低下します。ということで印刷します。素材は TPE というゴムのようなものです。比較的印刷しやすい素材の中ではグリップ力が高いです。印刷しました。タイヤに R をつけています。これにより斜めになった時の地面との接地面積が増えます。超底辺定タイヤを外します。 R 付きタイヤをマシンに取り付けます。タイヤはホイールよりも少し小さくして外れにくくしています。伸びる素材なので取り付けられます。取り付けました。ボディも少し手を加えました。ウィングにスペーサーをかませています。前回はウィングが干渉してアクティブサスペンションの可動域が制限されていたので外していました。スペーサーで高さを出すことで可動域を増やしています。次は制御部です。こちらの基板は JLCPCB に発注して作っています。発注方法はまず実装基板図を書きます。発注基板のメリットは表と裏が使える両面基板が作りやすいことです。基板サイズを小さくすることに非常に貢献しています。実装基板図が完成したら発注するファイルを出力します。ZIP で圧縮します。発注ファイルをアップロードします。発注の設定をします。デフォルトでも問題はありません。ステンシルも発注します。ステンシルがあると表面実装が圧倒的に楽になります。設定はデフォルトにしましたが、それでは大きすぎたのでカスタムサイズにすることをお勧めします。価格も下がります。配送方法を選びます。コストと時間のバランスがいい UPS にします。カートに保存して住所などを入力したら発注完了です。5日で届きました。基板は高精度に作られています。概要欄に JLCPCB のリンクを載せたので挑戦してみてください。姿勢制御担当のマイコンに新たな制御プログラムを書き込みます。バンク特化にします。コントローラーの受信と走行が担当のマイコンに受信した信号を送信できるように機能を追加します。こんなこともあろうかと設計段階でマイコン同士を接続していました。機能追加によってコントローラーでアクティブサスペンションを自由に動かせます。これでマシンの旋回に合わせてバンクをさせることができます。ぴょこぴょこバットです。サーボの上下を間違えたようです。修正します。修正しました。右旋回時にマシンは右へ、左旋回時にマシンは左へと傾きます。ロマンのある動きです。それではコースへレッツゴー。ついに来ました。RC 西山ベースです。もうすでにワクワクが溢れています。営業日外の撮影許可をいただけたことに感謝です。動作チェック。左旋回、右旋回。旋回の強さとバンク角は対応しています。ハイスピードモード、車高を下げて走行安定性を高めます。オフロードモード、車高を上げて走破性を高めます。もう一つ動きがありますが、それは後で。それでは走らせましょう。全長180メートルの西山ベースを一周します。